どうもこんにちは、なぎこです。本日はですね、とてもゆるい動画でございまして、本日はね、メイクが主体じゃなくて、ちょっと今からするお話が主体なんですけど、私、なんと、人生で初めて、ネトラボさんにて記事になりました。いやー、何かと思うでしょう。炎上したかって。私の知らないところで何かって炎上してたって思うかもしれないんですけど、そんなネガティブな記事ではなくてとてもポジティブな方向でね、記事にしていただきまして、TikTok とインスタのリールがめちゃくちゃおバズり申したよっていうことを散々ね、このチャンネルでいっぱい言ってると思うんですけど、その動画の内容をありがたいことに記事にしていただけたみたいでですね、ぜひね、概要欄の方にもリンクを貼っておくので、先に見に行っていただいて、ちょっと必ずこの動画に戻ってきていただいてね。記事の内容としては先ほども言った通りペン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 っていっぱい顔が変わってって完成みたいな動画、もちろん私のやつだから私が載せちゃうんだけど、こんな感じのね動画を記事にしていただいて、なんでこの記事とか動画のお話をしながらちょっと適当に私が毎日メイクを研究していこうかなと思っております。みんなもラフに見てってくれよ、この動画。私がベラベラ喋りながら適当にメイクしていくだけなんで、なんかやりながらとかさ、なんかそういうので見てくれたらなと思います。じゃあやっていきます。早速さ、その記事の話になるんだけどさ、最初さ、私のことを記事にしていいですかっていうご連絡をいただいたんだけど、マジで最初めっちゃなんかやらかしたかと思って、絶対なんかやらかしたから記事にされるんだと思って。でも私さ、コメントでなんか言われるようなことも今までそんなないし、なんか私の顔がさ、なんか気に食わなかったのかディスとか言われることはあったにしろ、なんか人間性がどうとかとか、そういうなんか炎上するようなことを言われた試しは一回もなくて、私なんかやったっけなと思って、すごいさ緊張しながらさ、そのご連絡をいただいた DM を開いたらさ、この動画が良かったのでちょっと記事にさせてくんないみたいな、もっとお堅い文章ではあったんだけど、記事にさせてくれよっていうご連絡で、本当にね、その時点でね、心底安心しちゃって、もういいよっていう気もままだったら別にダメですっていう理由もないからさ、もう本当嬉しくて、炎上してなかった私と思って。なんかやっぱどうしてもさ、インターネット長く見てれば見てるほどさ、なんか私の頭の中で潜在的に記事になることイコール悪いことみたいな、そういう思考回路ができてしまってたから、私の YouTube 人生終わりましたって思って怖かった。でさっきも言った通り、記事にしていいですかっていうお誘いというか、その許可取りをさ、ダメですっていうあれはないから、別に何もない人間だけどいいのかなと思いつつも、ぜひよろしければっていうことで記事をね書いていただいて、でこの記事の内容というか主なテーマとしては、このメイクの引き算部分をすごくフォーカスして取り扱っていただいて、なんかメイクはいつもなんかあれやってこれやっていっぱい足し算しちゃうけど、やっぱ結局は引き算が大事ですよねみたいなことをね書いてくださった記事なんだけど、確かにこの時のメイクはね、本当に私が普段メイクとしてやっていたものだったから、いつもたくさんのいろんな濃いメイクとかとんでもないメイクをやっている私がそうはならないように、もうほんとこっちの濃いメイクで慣れちゃってるから、私がもうこのメイクで慣れちゃった私が何も意識しないままメイクしちゃったらどんどん濃くなっちゃうから、なるべく引き算を意識して毎日メイクに落とし込んだっていう動画だったんで、それはねめちゃくちゃ合ってるんだけど、その池田エライザみたいみたいな、ちょっとこのタイトルは恥ずかしかった。めちゃくちゃ恥ずかしかった。だって違うもん。そう、なんかコメントでさ、なんでかわかんないけどさ、結構な数さ、本当に池田エライザさんっぽいですねみたいなコメントをいただいて、多分一人が最初の方になんか池田エライザっぽいですねメイク後みたいなことを言ってくれた人がいたから、それに影響されていろんな人もそれっぽく見えちゃったっていうだけなんだろうけど、この書いてくださった記事のサムネイルっていうのかな、そのトップ画像みたいな感じのやつが私のドスッピンの顔だったのよ。すごいドスッピンでどういう状況の表情みたいな顔の部分をね切り取ってサムネ的なものにしていただいたんだけど、その顔から池田エライザさんっぽくなるのみたいな、そういうのでさ、それの記事を見てくださった方もいるかもしれないから、そこは申し訳ないねって思う。それは言い過ぎだよって私も思ったからコメントをいただいて、それはちゃんと私も思った。そこはおごってない。ありがとうとは返したものの、それは言い過ぎって思ってたから大丈夫だから、怒んないでみんな。で
なんか結構細かめに私のメイクの解説をしてくださっていて、私結構文章を書くのが好きなんだけど苦手なタイプで、私実の姉がいらっしゃるんですけど、姉はね文章を書くのが上手な人だから、なんか人に褒められたりとか結構してる人だし、そういうところもあって書くのは好きなんだけど、姉ちゃんよりかは劣ってるからどうしても文字を書こうという気にはあんまりなれなくて、だからかっこいいな、いいなって思ったし嬉しかった。なんかちゃんと文章を書ける人に自分のことを解説してもらう機会なんてもう今はなかなかないから、すっごい嬉しくて、なんかもっと記事にしてくれてもいいんですよって、ポジティブなことであれば記事にしてくれていいんですよってちょっと思った。なんかやっぱ文章を読むのは好きだから、で特に自分のことってなるとより嬉しいから、ちょっとなんかいいんですよ。ファンアートみたいな感じでもいいんですよ。文章書いてくれても本当に嬉しかった。記事にしていただけるの、記事にしていただけるのも嬉しいし、なんかやっぱかっこいいなって思った。なんか特にさ、世の中のさ芸能人の方とかさ、もっと有名な YouTuber さんの方とかがさ、なんかインタビューを受けましたみたいな、対談をしましたみたいな、それが記事になりましたみたいなのかっこいいなって思った。自分が喋ってることとか自分のコンテンツを文字にしてもらうってかっこいいなって思った。ネットはあれだけど、特になんか雑誌とか本とかって紙媒体だと長く残っていくじゃない。だからこそ長く残る媒体にあるっていいなと思った。だってやっぱインターネットってさ、どうしてもさインターネットを見れる機会が終わってしまったらもう見れないから、いかにインターネットに残しておくかしかできないんだけどさ、やっぱ紙媒体ってかっこいいな。でもなんかそれで思い出したんだけどさ、私結構ずっと人と喋るコンテンツをやりたいなってずっと思ってて、対談とかかっけえなって思った時に思い出したんだけど、私ってさ、さっきも言った通り姉がいる人間だからさ、喋るってなったらほとんど姉と喋ってて、一人で喋るのが苦手なんだよね。 YouTube を一人でやってる私が言うのもなんなんだけど、マジで一人で喋るの苦手で、だからなんかいいなーって、対談とか、だから私もラジオみたいなのいいなーって思って、すごい。だけどね、友達だからさ、誘える人がいないね。悲しいね。人と喋るコンテンツってめっちゃかっこよくない？私結構すごい好きなネットラジオとか、あと芸人さんがやってらっしゃるなんかアーティストスポークンとかスタンド FM とかでねやってらっしゃる芸人さんのラジオとかめっちゃ聞くの好きなんだけど、もう憧れが強くて、ちょっとだからほんとこの動画を見てる私のお友達にラジオやってやるよって人がいたらマジで連絡ちょうだい。誰からも来ねえんだろうな。私と一緒になんかやろうとは思えないよね。私も思うもんだって。私メイク動画ばっか上げて何話すのか分かんないもんね。私ってパーソナルな部分出さないもんね。ほんとなんか苦手なんだよな。じゃあ私がさっき言ったインタビューとか対談とかも苦手じゃんって話なんだけどね。ちょっと本当に話ちょっと取り留めなくてさ、毎回記事から離れちゃうんだけど、もう一回記事に戻りまして、記事の最後の方はこんな感じでメイク完成しましたよ。で、何子さんは普段他にもこんな動画を投稿していましてみたいな感じのね、TikTok の投稿をね貼り付けてくださってるんですけど、いろんな動画がね貼り付けていただいてるんですよ。なんか私がミサミサっぽいメイクをした時とか、ヒップホップ系のね女子になった時の動画を貼り付けてくださったりとかいろいろしてくださってるんですけど、それをさ改めて見てさ、私っていろんなメイクしすぎだろうと思ったの。それまでもちろんさいろんなメイクをしてますっていう売り出し方というかね、そういう言い方をいっぱいしてきたものの、なんか改めてさ見てみたらさ系統もクソもないの。なんか結構さ世の中のさなんか美容系の人とかさなんかファッション系メイク系の方々ってさ、自分は韓国っぽいメイクを主にやってますよとか、ワンホンっぽいやつですよとか、ナチュラル系ですよ、普段で使いやすいやつですよとか、そういう人がさいっぱいいる中でさ、私はさ時に全然漏れないメイクを出したりさ、男装メイクを出したりさ、あとなんかミステリアスお姉さんとかいうなんか参考にもならないしほぼ漏れないしっていうメイク動画を上げたりとか、いや本当にこの活動をやめる気はないよ。この活動を見直す気はマジで毛頭ないけれども、にしてもだなってちょっと思ったね。本当に初心者向けじゃないなと思った。メイク始めたってで私のチャンネルを見るのはもしかしたら難しいかもしれないんだよね。いや悲しいんだよね。どんな人にも私の動画を楽しんでほしいと思ってるものの、メイクを真似しようと思って私の動画を見に来た初心者の方ってマジでどういうことってなること多いよね。結構説明省いちゃったりする時もあるし、なんか私が見てきた YouTube って2015、6、7、8とかまだまだ短い動画が主だった時の YouTube を死ぬほど摂取してきた人間だから、やっぱどうしても今の例えばなんか動画で1時間2時間3時間あるって結構
構ザラじゃん。大手の YouTuber さんとか特にめっちゃ長い動画をね上げてらっしゃったりとかがあるから、別に今長い動画を上げるってそんなに変なことではないものの、私が癖づいてるのがやっぱ最大でも15分ぐらいの動画っていう癖がついてるから、どうしても動画の中を省いて説明を省けるところは省いてみたいな感じでやってきちゃってるからさ、ちょっとそこは申し訳ないよね。だから今後初心者向けの動画でも撮ろうかなとちょっと思って、初めてにおすすめのコスメとかさ、いろんなメイクをしてる私だからこそ分かることもあると思うの。私って結構1個のメイク道具を1個のところに使うってことはあんましなくて、結構汎用性の高いコスメを使ってることが多いので、初心者の人も汎用性高い方がいいじゃん。あそこにも使えて、そこにも使えて、しかもこんなにお安いのよみたいな、こんな感じの方がさ、私もさメイク始めたての時は本当にそうだったから、動画にしようかなともちょっと思ったよ。いつになるかわかんないけどね。マジでさ、説明ベタすぎてメイク動画なんてやるんじゃねえっていうぐらいだ。ほんとメイク終わってないのに話すことだけなくなっちゃった。逆だと思った。メイクだけ先終わって話すことは余ると思ったら、どうしよう。ちょっと直杯で進めるしかない。てかいつの間にかめっちゃメイク濃くなったんだけど。話のネタがつきまして、ちゃっちゃかと毎日メイクを完成させたんですけど、当初の予定はもうちょっとナチュラルで可愛いみたいなものを目指してたんですけど、カメラだとね、なんかちょうどいい濃さに見えるかもしれないんだけど、現実ではそこそこの濃さになっちゃって、あれって思ってる。嘘、本当に記事にしていただいた動画で出来上がったあの引き算メイクって奇跡だったのかもしれない。私本当に無理だわ。引き算メイクできないです。記事にしていただいて、引き算メイクもちゃんとできて、みたいな、すごいみたいな言っていただいたけど、ごめん、私無理だ、できないわ。めっちゃ足し算全部足した。ごめんなさいね、ドラボさんっていうかね、ドラボで記事を書いてくださった方に申し訳ない。嘘かも。刻んメイク私得意じゃない。ごめんなさい。とにかくドラボさんにはね、記事にしていただけてすごくありがとうございましたという気持ちですし、読んで私の元に飛んできてくださった方もありがとうって感じだし、いつもね見てくださる方が記事にしてもらったんですよっていう報告をしたら、一緒に喜んでくださる方がいて本当に嬉しかったですね。なんかまだまださ、私は別にさ伸びてる人間でも何でもないのに、こんなにいろんな方に反応いただけるのって最高じゃん、すごすぎと思ったの。私が想像してた YouTube チャンネル登録者数様500人ってもうちょっと寂しい感じだと思ってたんだけど、絶対寂しくないの。本当みんなのおかげありがとう。本当にありがたいことに今年はチャンネル登録者数様が500名様になって、密かに目標としているチャンネル登録者数様1000人までの折り返し地点にもついて、でこのタイミングでドラボさんにも記事にしていただいて、本当に今年頑張っちゃうぞっていう気持ち、なかなかこう自分が発信をしていて誰かに見てもらっていてっていう実感がね湧きづらかったんですけども、もう今実感湧きに湧いてる、グッツグツに湧いてるから、本当に今まで以上に感謝が止まらない年になるんだろうなって思います。本当にありがとう。無駄話というかすごい話がそれまくったんですけど、あの動画にたくさん見ていただいて、いいねとかもねいっぱいしていただいた結果記事にしていただいたので、あの動画をね1回でも再生してくれて、1回でもいいねを押して、いいねは1回しか押せないけれども押していただいた方にもすごく感謝をしております。ありがとうございます。本当にこれからね、私の YouTube にはもちろん普通のメイク動画も上がると思うんですけど、なんかすっごいしょうもないメイク動画とか、誰が参考にするんだよっていうメイク動画とか、よくわかんない雑談動画、もうこれ以上にトークの内容が定まってないようなトーク動画が上がったりとか、大してうまくもない歌ってみた踊ってみたが上がることもあるかもしれませんが、優しい目で見ていっていただけたらなと思います。そしてぜひよろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは今回の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。ありがとう。バイバイ。